ソ連のクレイジーな発明銃。2B1 丘。2B1 丘は1950年代に設計されたソ連の実験的な 420mm 自走榴弾砲である。全米戦争の際に核爆撃と強固に要塞化された NATO 陣地の破壊に使用することを目的としていた。砲身はなんと20メートルもの長さがあり、歴史上最長の自走砲システムの一つとなった。射重は55トン。全長は27メートル以上あった。シャーシは T-10 戦車から派生したもので特殊な高性能爆薬または核弾を使用し、最大射程は 45km だった。丘用の核砲弾は TNT 火薬換算で15キロトンの威力があると推定されている。核弾に加えて、要塞や遠兵壕を破壊できる従来の高性能爆薬砲も計画されていた。砲弾一発の重量は950kg。全長は 2.5 メートル。その巨大なサイズと反動のため、燃料は別々に装填された。装填システムは機械化されていたが、非常に遅く、数分に一発程度だった。丘はまた、深刻な反動の問題を抱えており、発射されるたびに重大な機械的損傷を引き起こした。製造されたのはわずか4両で、実戦には投入されなかった。この計画は新型ロケット砲システムの有効性が証明された1960年代に中止された。現在、2B1 丘はモスクワ近郊のクビンカ軍事博物館で珍品として見ることができ、ソ連戦争における巨人の時代の象徴となっている。T42 T42 は1930年代にエドワード・グロットの設計局によって開発されたソ連の超重戦車プロジェクトだった。どんな前線でも突破し、どんな気分も壊滅されることより基礎寄せとなることを目指していた。T42 の重量は100トンと計画されており、当時の標準的な戦車よりも数倍も重かった。設計では多砲塔配置が想定されており、最大5機の砲塔にそれぞれ異なる武装が備えられていた。主砲塔には 107mm 砲。副砲塔には 45mm 砲と機関銃が備え付けられる予定だった。動力源は約2000馬力のディーゼルエンジンだったが、その重量を考えると機動力は極めて限られていた。巨大なタイプのため、T42 は輸送には不向きで、機動力は限られ、速度も非常に遅かった。設計は複雑で費用がかかりすぎると判断され、試作車は製作されず、設計図と模型の段階で開発は打ち切られた。T42 は当時の流行であった多砲塔戦車の製造に追随したが、これは装甲開発において行き詰まりを招いた。1933年から1939年にかけて大量生産された類似の戦車に T35 がある。この車両には5つの砲塔があり、多方向に同時射撃が可能だった。主武装は 76.2mm 砲で、これを2門の 45mm 砲と数丁の機関銃が支援していた。重量は45トン、全長は11メートルだった。今日、T42 は歴史的な珍品であり、ソ連初期の装甲時代の軍事的巨大さを示す例である。TU119 TU119 は1950年代に開発されたソ連の実験的な原子力戦略爆撃機プロジェクトだった。TU95M 戦略爆撃機の胴体をベースにしていた。が、推進力の一部は原子炉をベースにしていた。この計画は核兵器を搭載して長期間の哨戒が可能な事実上無制限の航続距離を持つ車両を作ることを目指していた。TU119 はいわゆるハイブリッド推進システムを採用しており、4機のターボプロップエンジンのうち2機は原子炉のエネルギーで稼働することになっていた。原子炉は胴体後部に配置され、乗組員は厚い放射線遮蔽層によって保護されていました。1961年には、
95LAL 飛行型原子炉実験室の試験が実施されました。これは実際に機能する原子炉を搭載しながらも原子力推進装置を搭載していない試験型です。試験の結果、原子炉を搭載して飛行することは可能でしたが、大きなリスクと合併症を伴うことが判明しました。搭載された原子炉は放射線を放出し、乗組員は被爆の危険にさらされました。試験型では、原子炉の完全な遮蔽は使用されていませんでした。1K17、シャティは1980年代後半に開発されたソ連の実験的なレーザー兵器システムでした。2S19 ムスタ S 重装甲兵員輸送車の車台をベースに構築され、戦場での機動性と防御力を実現しました。この車両の最も際立った特徴は、砲塔。全部にある12個以上のレンズで、レーザー光線を収束させるのに使用されていました。シャティは、戦車や航空機自体を物理的に破壊するのではなく、照準器、カメラ、シーカーといった敵車両の光学装置を破壊することを目的としていました。この車両は強力な発電機とバッテリーで駆動するパルス固体レーザーを搭載していました。この兵器は誘導ミサイルを含むどのヘレ式に対して有効であるとされていました。試作機は1、2台しか製造されず、プロジェクトは試験段階に止まりました。中止の主な理由は、莫大な費用、50トンを超える車両重量、そしてレーザー兵器の運用に必要な技術が不足していたことです。一部の情報源によると、この兵器は操縦者の視力を一時的に失明させる可能性があり、これも使用をめぐる論争を引き起こしました。現在、1K17、シャティは軍事工学上の珍品とみなされており、ロシアの軍事博物館に収蔵されています。6オブジェクト760ソビエト連邦のホバークラフト戦車設定は、ホバークラフトの機動性と走行車両の火力を組み合わせ、コロニとして1960年代に開発されました。これらの中で最も有名だったのは、エアクション戦車としても知られるオブジェクト760です。オブジェクト760は、沼地、雪、水、そして困難な地形を走行可能な軽量車両としてソ連軍によって指定されました。外観は小型戦車に似ていますが、靴体の代わりにエアクッションを生み出す大きなエアスカートとファンを備えています。車重は5トン、全長7メートル、全幅 3.4 メートルでしたが、全高はわずか 1.7 メートルでした。武装は 7.62mm 機関銃に限られており、最終的には半自動式の 2A28 グロム砲 73mm 口径の BMP-1 車両と同じ備えた砲塔を装備することになりました。車両は地上で時速80組む、水上で時速50 km に達しました。オブジェク760に先立って開発された L5 や L35といった実験モデルは輸送機や偵察戦闘用ホバークラフトとして運用されることが想定されていました。興味深いテスト結果があったにもかかわらず、軍はこれらの車両は走行を施すのが難しく、敵の攻撃に対して脆弱すぎると結論付けました。汎用性の欠如、複雑なメンテナンス、騒音の大きさもプロジェクト中止の一因となりました。オブジェク760とその前身は試作段階に止まりましたが、冷戦期に起きる型破りな工学的思考の魅力的な例として今も残っています。エクラのプランはソ連の実験用エクラのプランで、
表面効果を利用して水面スレスレを飛行する乗り物でした。1980年代にアレクセイ・ベレフの設計局によって設計されました。全長74メートル、翼幅44メートルです。ルンの自重は24万ク。最大離陸重量は38万 kg でした。ルンは艦首部に8機のクズネツォフ NK87 ターボファンエンジンを搭載していました。ルンは背面にモスキート対艦ミサイルを搭載で給与指定されていました。最高速度は約 500km 毎時で、従来のレーダーによる探知は極めて困難でした。その優れた性能にもかかわらず、ルンは量産されることはなく、わずか1機が製造されましたが、ソ連崩壊後に退役しました。いわゆるカスピアン、モンスターは、1960年代から1970年代にかけてカスピ海で試験されたソ連のミサイル発射装置 KM-OSAF 非公式の俗語です。時を経て、誤ってルンにも関連付けられましたが、これは誤りです。ルンは後発の、武装した別の設計でした。ルンの残骸は長年、カスピスクの海軍基地に眠っていました。2020年にダゲスタン共和国のデルベントに移送され、博物館化が計画されました。4. ビージュ RK モノジェッツ。ビージュ RK モノジェッツとして知られるソ連の核弾頭は、移動式大陸間弾道ミサイル発射システムでした。このシステムはヨーロッパに配備されたアメリカのミサイルに対抗するために1980年代に開発され、核戦力のステルス性と機動性を確保することを目的としていました。列車は外見上は普通の貨物列車のように見え、衛星や諜報機関による探知が困難でした。各列車は専用の発射台に収められた RT-23 モノデツ大陸間弾道ミサイル NATO コード名 SS-24 スカルペルを3発搭載していました。RT-23 ミサイル1発の射程は1万 km を超え、最大10個の核弾頭を搭載でき、車両から垂直に発射されました。列車は自給自足で、通信、電源、乗務員、戦闘安全システムを備えていました。ソ連の標準的な鉄道網で運行され、頻繁にルートや停車地点を変更しました。有事の際には、列車は線路の任意の区間で停止し、車両の屋根を開けて核ミサイルを発射することができました。このプロジェクトは2000年から2005年にかけて完了しましたが、ソ連崩壊後、このシステムは高額で維持管理が困難でした。ロシアは最近、ビージュ RK バルグジンという名称で同様のプログラムの再開を検討したが、これは保留されている。この核兵器システムは、歴史上最も謎めいていて得意な核兵器システムの一つであり続けている。3. アントノフウェイ40。アントノフウェイ40は、40、ケイティ、あるいは空飛ぶ戦車としても知られる第二次世界大戦中のソ連の実験的な軍用グライダーである。航空機に牽引され、T-60 戦車を戦場へ輸送するために設計された。戦車には木製の大型の主翼と尾翼が取り付けられており、異例の機体形状をしていた。システム全体は TB3 などの重爆撃機によって空中で牽引され、批判されたと、もう一つもクヒコソとソテした。着陸後、乗組員は主翼と尾翼を切り離し、戦車は直ちに戦闘作戦を開始する。最初の、そして唯一の試験飛行は1942年に行われた TB3 に牽引された A40 は、過度の空気抵抗のために早期に切り離しを余儀なくされた。着陸は成功したものの、技術的な制約と牽引機のエンジンの弱さから、計画は実現不可能であることが判明しました。試作機はわずか1機しか製作されず、野心的ながらも非現実的なソビエト戦時工学の象徴として今もなお語り継がれています。この計画はすぐに放棄されましたが、空飛ぶ戦車という構想は他国でも検討されました。今日、アントノフウェイ40は、航空技術と装甲技術の歴史において、
最も注目すべき軍事実験の質です。2、バルティニベリエフ、VVA14。バルティニベリエフ、VVA14 は、垂直離着陸、V トール。突地上低高度飛行を目的に設計されたソ連の実験機です。1970年代。ソ連で活動していたイタリア人技術者ロベルト・バルティーニによって設計されました。この機体はアメリカの弾道ミサイル搭載潜水艦を探知、撃破することを目的としていました。VVA14 は水上離着陸が可能で、飛行機、ボート、エクラのプランを組み合わせたユニークな機体でした。機体は全長26メートル、翼幅30メートルでした。機体自重は24000kg。最大離陸重量は52000kgでした。これらの根は試作機の構成。ヤバージョン、例えば垂直離陸エンジンの有無などによって若干異なる可能性があります。VVA14 は非常に先進的で異例の設計であった。ため、技術データは情報源によって異なります。ターボファンエンジンと垂直離陸用の追加エンジンを搭載していました。仮に、K7。1930年代に、ソ連で、世界から連絡した、目指してたに、ケーラ、つまり、スナイジン、ショクスで、ダトクスで、どうせよ。いました。翼、幅。53メートル、胴体長は28メートルでした。当時最大級の航空機の1つで揚力面積は約454でした。機体の全高は 12.5 メートルに達しました。機体の自重は21トン。最大離陸重量は38トンでした。仮任計7は数十人の人員または軍事装備を搭載可能な重爆撃機または輸送機として設計されました。機体は非常に巨大で、胴体が主要な荷重指示要素を兼ねていました。7は多数の乗客または貨物を運ぶことができ、初期の超重量級航空機設計の一つとなりました。水平尾翼を2枚備え、特徴的な幅広で厚い主翼を備えていました。この設計はリスクを伴い実験的であり、機体の製造には多大な費用がかかりました。仮任計7は1933年に初飛行を行いました。が、数回の試験の後、重大な事故が発生しました。墜落事故やその他の問題により、計画は中止され、機体は解体されました。短命ではありましたが、K7は後の設計に影響を与え、超大型航空機の実現可能性を証明しました。今日、仮任計7はソ連の野心と戦艦機における熾烈な航空実験の象徴となっています。このビデオが気に入ったら高評価をつけてチャンネル登録してください。